れを詰めるためにこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。本日は格闘技史上最高のベストバウトシリーズといたしまして、その第1弾ミルコ・クロコップ VS ヒョードルについてお話しさせていただきたいと考えております。私個人的には格闘技史上最高のベストバウトと言える試合が6試合あると考えております。それぞれ極真空手から2試合、総合格闘技から2試合、そして顔面ありの立ち技格闘技から2試合です。今回はその中でも格別にスリリングだったと言える試合を紹介させていただきます。この試合はまず試合にこぎつけるまでが実に紆余曲折ありました。K1 からの侵略者としてミルコ・クロコップが総合格闘技の世界にやってきて、プロレスラーの藤田と戦い、膝蹴りで大流血をさせて勝利し、そこから K1 とプライドの二足のわらじを履き勝ち星を積み上げ、プライド26からプライドシリーズに本格参戦し、最強の一人と言われたヒースヒーリングを左ミドルキック一発で KO で下し、さらにそこからイゴール・ボブチャンチン、トス・カラス・ジュニアといった選手を衝撃的ともいえる左ハイキックで葬って一気にその知名度を上げました。そしてそのままチャンピオンのヒョードルとの戦いになるという話でしたが、ヒョードルの怪我により延期、その間に三強の一人であるアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラに腕ひしぎ十字固めによりタップアウトで負けたり、また絶対の優勝候補として参戦したプライドグランプリ2004の開幕戦でケビン・ランデルマンに左フックからのパウンドで失神 KO 負けをしたりと、様々な状況が複雑に絡み合い実現しないのではないかとさえ囁かれたりもしました。ですからプライドグランプリ2005決勝戦ヘビー級王座の挑戦が決まった時、格闘技ファンの熱、そして会場のボルテージは極限まで高まっておりました。しかもそれぞれの煽り V がまた熱いデッキです。氷の拳 VS 炎のハイキック、超人 VS ロシアンラストエンペラー、それぞれの得意技が左ミドルキック&左ハイキック VS サンボ&パンチ、まさに対極的な技スタイルを持つ者同士の究極の頂上決戦。私自身もこの対決を胸躍る心で観戦していた記憶があります。果たして試合が始まり、しかしその攻防は第1ラウンド開始5分まででした。まず緊張感がえげつなかったです。お互い初っ端から狙っています。左ハイキック、もしくは左ミドルキック、右ストレート、もしくは右フック、一発で終わる。比喩ではなく本当に一発で決まってしまいます。よく言う煽りではありません。こう言ったらなんですが、こういった試合のアナウンスで盛り上げるために、そういった倒すための技や破壊力を持っていない格闘家に対してそういう一発で終わってしまうとか使いすぎの言葉だと思いますが、この2人に関しては全く大げさではありませんでした。ミルコは距離を取り、ヒョードルの周りをサークリングします。一挙手一投足で攻撃が届く応用回り、緊張感が半端ではありませんでした。正しくヒョードルの動きは獣のそれ、対するミルコは文字通りの精密機械。そして有名な話ですが、ここでヒョードルのミルコ対策が炸裂します。強烈なミルコの左ミドルキックに対して通常の腕ではなく足を高く上げすねでガードしたのです。これによりミルコはヒョードルのすねを足首付近の足の甲で蹴ってしまい、それにより足を痛めてしまいます。総合格闘技の選手はタックルを狙う、もしくはタックル対策のために重心を下げてすねよけを行わない選手が多いため、こういうパターンはほとんどありませんでした。そして試合が進み、あらわになったのは恐るべきミルコの回避能力でした。左ミドルを封じられた形のミルコは攻撃を出すことなくサークリングを続け、そしてヒョードルは左右のフックを振り回すのですが、それが当たらない。ギリギリのところでかわし、避け、距離を取り、全てその攻撃は空を切ります。
ガードで丸まってしまい足を止めてしまうのではなく、こうやって外してしまえること、その目の良さがミルコが総合で上位に勝ち上がることができた大きな一つの要因と言えるでしょう。そしてパンチが当たらないことにしびれを切らしたヒョードルがローキックを出したところに逆に左ストレート一閃。ヒョードルは顔の肌が切れやすいということが唯一の弱点と言われていました。そして打ち疲れ、ヒョードルの動きが鈍くなったところに強烈な左ミドルキックを近い距離で足の甲ではなく今度はすねをぶつける形でミルクは見舞いましたが、ヒョードルはそこに待ってましたと言わんばかりのワンツーのカウンター。お互いがお互いの攻略法を見つけ、しかし次の瞬間にはその攻略法の攻略法をぶつけるという非常に高いレベルの攻防戦。さらにヒョードルのショートの4連発を完璧にかわし、さらに膝切りを含めた4連打もかわしたところでタイミングと距離を見計らっての左ハイキック。完全にガードを通り越してこめかみをかすめますが、ヒョードルはギリギリのところでかわして逆にタックルの要領でロープの外に押し出そうとしますが、ミルコはかわし逆にヒョードルが飛び出す。一瞬先、どちらがクリーンヒットしどちらが勝ち負けているのかわからないような、そんな緊迫感。そしてここでストレートを出そうとしていたヒョードルの脇腹にようやくミルコの左ミドルキックが直撃。明らかにダメージを与えました。これがこの試合初のクリーンヒットと言えるかもしれません。しかしこの時点で消耗していたのはミルコと言えるかもしれません。クリーンヒットこそはさせていませんが、パンチの連打で主導権を握り、手数が出ていたのは明らかにヒョードルでした。しかしここでやや油断の見えたヒョードルの顔面にミルコの左ジャブが直撃。バランスが崩れたところにさらに左ジャブの3連発。ここが勝負の分水嶺でした。ここでミルコが落ち着いて冷静に対処して詰めていれば勝機は十分にありました。しかしヒョードルがここで大きすぎるほどの右のオーバーハンドでミルコの冷静さを奪ったのはさすがとしか言いようがないかもしれません。ミルコはここで左ハイキックを出すべきではありませんでした。出すのならば左ミドルキックです。顔面は効いているために警戒されています。しかしこれはやはりヒョードルの圧力によって出させられた、早く決着をつけたという風に誘導されたと言うべきなのかもしれません。ここで緊張の糸が切れたのか、足腰が限界に来ていたのか、まるでもつれるようにミルコは自らヒョードルの腰のあたりに抱きついてしまい、そのままヒョードルにテイクダウンに持っていかれてしまいます。残念でした。この勝負はここまで1ラウンド開始5分まででした。確かにミルクはここから先も KO をされないようにうまく立ち回り防御していたとは思います。しかしグラウンドが不慣れなミルクはその防御で残っていた攻撃のための大切なスタミナを全てロスしてしまいました。スタンドから始まる2ラウンドになっても動きに全く精細はなく、攻撃する気力も体力も残されてはいませんでした。ダメージを与えることができず、なんとか倒されないのが精一杯。あっさりとテイクダウンを許し、あとは防御一辺倒。勝負というものはまさに一瞬。とことんまで追い詰められた時、その時のほんのわずかな行動が全てを左右する。そんなまるで真剣で切り合うような究極の戦いの機微を見せつけられたような、そんな記憶にも心にも残るような至高の頂上決戦でした。